パワーメーターが欲しいとは思ってたんだけど、高くてなかなか買えない。片足のパワーメーターならなんとか買えそうなんだけど、やっぱりどうせ高いお金を払って買うんだったらペダリングにもこだわりたいから、両足計測できるパワーメーターが欲しいんだよね。だけど両足対応のパワーメーターって10万円とか超えてくるものもあるし、さすがにそこまでは高すぎて買えない。今回はそんな風にお悩みの方に向けてコスパ最強の両足計測パワーメーターファベロアシオマデュオを購入したので紹介したいと思います。ロードバイクはコスパ命。どうもこんにちは、コスパチャンネルです。こちらのパワーメーターですが、初めから結論言っておきます。結論、ファベオアシオマは間違いなく冷静に考えてコスパ最強と言っていいと思います。どのくらいコスパがいいか例えるなら、ロードバイクでいうところのキャニオン、家電でいうところのアンカー、スマホでいうとこのシャオミと言っていいぐらいコスパはめちゃくちゃいいです。すっごいメジャーなブランドっていうわけじゃないんだけど、スペックは抜群にいい。なのになぜかめちゃくちゃ安い。ファベロのパワーメーターはそんなイメージで思っていただければいいと思います。ファベロアシオマってマイナーなブランドではあるものの、最近他のいろんな YouTuber さんたちもコスパいいってめっちゃ紹介してるので、名前だけは聞いたことがある方もいらっしゃると思います。なので取り付け方法とか概要とかそういうのは散々レビューされてますので、一般的なことはなるべく控えめにして、今回の動画ではファベロアシオマがいかにコスパがいいのかを定量的に説明させていただきます。そして今回は実際に使ってみて感じたことも紹介していければと思います。皆さんが気になるであろう測定精度とか重量とかルックのクリートってどうなんていったところを実際に使ってみた感想を忖度なくお伝えしたいと思います。ではまずこのファベロアシオマがいかにコスパがいいのか、他のパワーメーターと比較しながら説明させていただきます。まずペダル型のパワーメーターといえば、皆さんがまず第一に検討の候補に入ってくるのがガーミンのラリーではないでしょうか。今回はこのガーミンのラリーを比較対象としていきたいと思います。スペックはこのようになっております。測定精度はプラスマイナス 1% と、さすがガーミンだけあって精度はめちゃくちゃ高いです。そして稼働時間は120時間となっております。ちょうど5日間走りっぱなしでも電池が持つぐらいですね。そんなには走らないですけどね。ただしバッテリーはボタン電池式となっています。なので電池がなくなった場合は交換が必要となります。重量は両足合計で 320g、防水にももちろん対応してて、防水性は IPX7 なので急に雨が降ってきても安心して使うことができます。Q ファクターは 53mm と言われたもののピンとこないと思います。シマノの105やアルテグラの SPD-SL ペダルの Q ファクターが 53mm になります。なので全く同じ値となりますね。Q ファクターが大きくなる心配はありません。クリートはシマノとルックに対応しています。こちら金額は両足計測タイプで定価税込み14万800円、片足計測だと8万6900円となっています。はい、以上がガーミンラリーのスペックとなります。物はめちゃくちゃいいのはわかるんですけど、ぶっちゃけ14万ってちょっと高いんですよね。頑張っても10万円ぐらいかなって思いつつも、14万円って言われると正直結構きついですよね。では続いてアシオマデュオのスペックについて、こちらのガーミンのスペックと横並び比較しながら紹介したいと思います。こちらが比較表になります。左がガーミンラリー、右がアシオマデュオとなります。では上から順番にアシオマデュオのスペックを紹介していきましょう。まず一番重要な測定精度ですが、アシオマデュオもガーミンと同様にプラスマイナス 1% となっています。そして稼働時間は50時間。つまり単純計算すると1回のライドで10時間使う人だったら5日分のライドを持つことができますね。そしてバッテリーは充電式の内蔵バッテリーとなっているので充電が必要です。重量は両足合計で 303g、防水性はもちろんアシオマも IPX7 の防水に対応、Q ファクターは 54mm、そしてクリートはルックのみ対応となっております。こうしてね、スペックを比較してみると、アシオマデュオはガーミンよりも稼働時間が半分以下の50時間とかなり劣っています。とはいえ、そもそも50時間も持つので、50時間って言ったらね、丸2日走りっぱなしでもまだ充電持つよっていうことになるので、全然ここは気にしなくていいんじゃないかなと思います。200キロとかね、そういうブルベやっちゃう人でも全然いけそうですね。ただガーミンの場合はボタン電池なので、電池がなくなってしまったら取り出して新ピンに交換する必要があります。これがちょっと手間だったりしますね。アシオマの場合はバッテリー内蔵式なので充電はしないといけないんですけど、電池を入れ替えるっていう必要はなくなります。充電もこんな感じでロードバイクからペダルを外すことなく、付属の充電アダプターをマグネットでくっつけると充電ができます。これはね、結構楽ですよ。そして重量は意外なことにガーミンよりもアシオマの方が 17g も軽いんですね。17g の軽量化ってどんぐらいのイメージかというと、アルテグラの SPD-SL ペダルと
105のペダルの重量差がちょうど 17g になります。105とアルテグラの違いの差っていうほどのイメージになりますね。ペダルはホイールと同じく回転する部品なので、ここが軽くなるのは明らかにメリットだと思いますね。そしてアシオマデュオ最大の課題はクリートがルックのみしか対応してないっていうところですね。ガーミンの場合はシマノも選ぶことができますが、アシオマデュオの場合はルックしか選べません。今までシマノとか他のペダルを使っていた人にとっては強制的にルックに変える必要があります。ここルックなのかシマノなのか、フィーリングの違いは後ほど話したいと思いますが、どうしてもシマノがいいっていう人は最近別のモデルでアシオマデュオ SHI というモデルがあって、そちらだとシマノにも対応しています。僕の場合は今までシマノとタイムを使ってきて、スピードプレイも少しですが使ったことあるんですけど、ルックだけはね、本当に1回も使ったことがなかったので、今回あえてルックのペダルにしてみました。そして一番気になるお値段ですが、アシオマデュオはなんと定価で税込み88,000円。片足計測モデルもあって、アシオマウノというものがありますが、そちらの場合は56,100円。見てください。アシオマデュオだったら、ガーミンのラリーの片足とほぼ同じような価格で、両足計測モデルが買えちゃうんですよね。もちろんガーミンの方が充電時間は長いっていうメリットはあるものの、アシオマの方が 17g も軽くて、しかもバッテリー内蔵式なので電池交換いらない。なのに73,000円も安い。どうですか？アシオマのパワーメーター、コスパやばくないですか？個人的にガーミンが大好きなので、ガーミンをかなりひいき目に見たとしても、プラス7万円払うかって言われると答えはノーです。僕はサイコンもフロントライトもリアライトもスマートウォッチも全部ガーミンを使ってるぐらい、ガーミン信者でありながら、パワーメーターだけはファベロ一択だと思いますね。はい。以上が僕がアシオマがコスパ最強と感じたポイントです。こちらのアシオマデュオですが、参考に概要欄に URL を載せておきます。ファベロの公式ホームページか海外通販サイトか Amazon とかいろんなとこで購入することができますが、ちなみにこの動画を撮っている現在はウィックルで買うのが最安で、なんと両足計測モデルが7万円ぐらいで買えちゃいます。これにね、追加で関税とか送料とかかかってくるかと思いますが、今んとこダントツでウィックルが一番安そうですね。どうしてもすぐ欲しい人とか、海外通販正直怖いなって思ってる人は Amazon でも83,000円と定価よりちょっと安く買えるので、自分にとって一番都合いいところで買っちゃえばいいかと思います。はい。以上がスペック比較となりました。では、スペックは比較していいのは分かったんだけど、実際実物はどうなのかを紹介していきたいと思います。自分が皆さんの立場だったら気にするのはこの3点かなと思います。まずその1、測定精度って本当にいいのか？その2、カタログ重量 303g って本当？その3、ルックのクリートって実際どうなん？この3つについて僕なりに検証していきたいと思います。まずその1、測定精度は本当にいいのかどうかです。これについてはスマートローラーのパワーの値と比較してみましょう。僕は今タックスのネオスマートローラーというスマートローラーを使っています。こちらはブラシレスモーターで直接駆動するタイプなので、スマートローラーの中でもかなり精度は高いと思います。なのでスマートローラーで測定した値とアシオマで測定した値がどれだけ違うのかを確認してみましょう。左のスマホの画面にはタックススマートローラーの値、そして右の最高の画面には先ほどペアリングしたアシオマで測定した値を示しています。実際測定してみるとこのような結果となりました。では続いて検証2つ目に、実物は本当にカタログ通りの値になっているのか測定してみました。結果はこちら。両足合計で 303g となります。カタログ値は先ほどお話しした通り 303g でした。なので実物はカタログ値通りの値となったということになります。いや、これは素晴らしい。ちゃんとカタログ通りの値になってて、サバ読んでないところがいいですね。はい。では最後検証3つ目にルックのクリートについてです。先週の日曜日に僕はロングライドをしてきました。実は富山農園さんの三日日みかんジュースがあまりにも飲みたくて浜市をしに行ったんですね。その時に足オマを使って100キロほどのライドをした時の感想です。そしてその前日の土曜日には久しぶりに今まで使っていた105の SPD SL ペダルを履いて30キロほどライドをしています。
ペダリングのフィーリングとかはね、人それぞれ好みとか感じ方に違いがあると思うので、参考程度に聞いていただけたらと思いますが、両方使ってみた感想としては、結論から言うとどっちも同じやんと思いました。もともとビンディングペダルの元祖は実はルックで、シマノはルックから特許料を払って使っていると言われるぐらいあって、かなりフィーリングは似てました。今シマノを使っている人もルックに移行してもそんなに違和感は感じないんじゃないかなと思います。ただ強いて言えばルックの場合はクリートがゴムっぽいのがついてなくて、シマノにはそれがついていたので、歩いた時に滑りにくいのはシマノなのかなと思いました。ですがルックの方がなんか気持ちクリートがちょっと小さいので歩きやすいような気もします。ここはねかなり大きな差ではないんですけど、ちょっとしたこういう差はあるものの、ペダルをはめる感じとか外す感じはかなりシマノもルックも近い感じですね。ただし僕みたいに普段タイムのビンディングペダルを使っている人にとっては、今までよりもちょっとはめたり外すのに力がいるような感じはするので、慣れるまでに多少違和感はあるかもしれません。もちろんバネの強さは調整可能で、このネジのところを回すことによって強くしたり弱くしたりもできるんで、ここを調整可能なのはありがたいですね。はい、以上がファベルアシオマの実物レビューになりました。本日の動画はいかがでしたでしょうか。このチャンネルではロードバイクに関するコスパのいい商品の紹介や、ロードバイクのパーツを安く買う方法、新体験を感じる商品を紹介しています。他の動画ももしよかったら参考にしてみてください。そしてこの動画がいいなと思った方だけでいいので、チャンネル登録と高評価いただけると大変嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。